からグーテンターグ、おまちゃんキッチンへようこそ。いつもいいねやコメントやチャンネル登録ありがとうございます。とても嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。今日はドイツのクリスマスに欠かせないシュトレンの材料でマフィンを焼こうと思います。本格的なシュトレンを焼くときはヘーフェを使ったり、パン粉、ドイツで言えばメールタイプ550っていう普通クーヘンに使うのとは違うパン粉を使います。ですけれども今日は私はヘーフェやそのメールタイプの550っていうパン粉は使わないでフィンにしたいと思います。では材料をご覧ください。まず小麦粉ですね。これはメールタイプ405を使います。普通のクーヘンを焼く小麦粉です。これを 250g 使います。ベーキングパウダーを小さじ2杯使います。バニラツッカーを1袋使います。これは1袋 8g って書いてあります。お砂糖を 80g 使います。香料は作る人によっていろいろ違うんですけれども、2種類から7種類ぐらいまで入れる時もあるみたいです。でも今日は私はこのシナモンを小さじ2、カルダモンを小さじ1入れようと思います。塩を1つまみ入れます。中ぐらいの卵1個、クワークを 100g 使います。こんな風なパッケージでスーパーで売ってるんですけれども、これ 250g 入りなんですね。でここから100g だけ使います。で無塩バターを 70g、粉末のアーモンドを 100g 使います。ラム酒漬けの果物ですけれども、何でもいいんですけれども、私は今日はレーズンを 50g、 アプリコットを 50g、 イチジクを 50g、 これはそれぞれ乾燥のものを使います。 10g 乾燥で 50g、 そしてオレンジピールを 50g、 レモンピールは 50gで、イチジクもアプリコットもレーズンも小さくオレンジピールとレモンピールはそのまま買ってきたんですけれども、それと同じぐらいに小さくレーズンぐらいに切ります。でそれをラム酒につけて一昼夜置いておきました。だから小さなお子さん用ではないです。でラム酒の代わりに赤ワインを使ったりする人もいるようですけれども、私はいつもラム酒にしています。私はラム酒が一番好きなのでラム酒にしていますけれども、お酒だったら何でもいいと思います。くるみは 50g 空炒りしてあります。焼き上がってからですけれども、最後にバターを 50g 溶かしてから塗ります。プーダーツッカーってドイツ語で言うんですけれども、粉砂糖は 100g 一応用意しました。これも後で焼き上がったマフィンに振りかけます。それでは作ります。くるみを砕きます。食感が欲しいんですね。だから私はこんな感じでざっくり切ります。容器に小麦粉 250g を入れます。ベーキングパウダー小さじ2、砂糖 80g、バニラツッカーを1袋、シナモンとカーダモンを入れます。ネルケを入れる人もいますよね。でも私はネルケは入れません。このアーモンドの粉を 100g 入れます。まず軽くこのように粉だけ混ぜておきます。粉だけ先に混ぜるっていうのはスコーンのところでもしましたけれども、これをしておくと楽ですよね。まあこんなことしなくても後で均等に混ざるとは思いますけれども、そして卵を溶きます。卵を入れます。1個です。赤くなったバターをこの中に入れます。それからクワークも加えて、塩を1つまみ入れるのを忘れてました。塩は何でもいいです。でこれを練ります。機械である程度このぐらい混ぜました。そしたら今度は手で、やはりこれもスコーンの時にしたんですけども、煮方があるなっていう感覚がこんな感じですね。これがなくなるまで混ぜます。このバターをね、粉と混ぜるところが、ここが一番手間暇かかるって言えばかかるところですね。これね、スコーンの時みたいにね神経質にしなくても大丈夫ですね。あとねラム酒漬けのレーズンが入ったりしますので、もっと生地が柔らかくなります。こんな感じにしたら、このラム酒漬けの
果物を入れます。くるみも入れます。で混ぜます。もうくるみを入れてから混ぜる時に機械でしない方がいいですね。機械でするとね、くるみがねもっと小さくなってしまいます。だからもう最初から機械でするんだったらくるみも粉にしてから、してもいいぐらい存在感がなくなってしまいますので、ですからさっきかなり大きく切って今手でこねてます。こねるっていうよりも混ざったらそれでいいですね。生地の硬さによってこのままこれがこんな風にしてね、クッキーにもなります。シュトレンクッキーはこうやって作ります。こんな風にして鉄板の上に乗せて焼くとクッキーになりますね。でこれで適当に混ざったらマフィンの紙の中に入れます。マフィンの型に今日はこんな風な紙を敷こうと思うんですね。これクリスマス用じゃないんですけどカラフルで可愛いでしょ。これに入れます。先ほどの生地をこの中に入れるんですけど、今日はねいつものマフィンと違って生地が硬いんですね。だから手でできちゃう。12個作るんですけれども、これ6個ぐらいにして残りはクッキーにしてもいいですね。先ほどお見せしたみたいに手で丸くして、そして鉄板の上に乗せて、そして焼くといいと思います。で一緒にも焼けますしね。ウムルフっていうオーブンの中を熱風をぐるぐる回すような装置がついているオーブンの場合には2段一緒に焼けます。私も今日残ったらそれしてみようかなと思ってます。今日ね多分ねこの生地はね12個分より多いと思います。というのはたくさん果物を入れたので余ると思うんですね。だから余ったらクッキーにします。でもねクッキーの場合はね早く焼き上がるので、マフィンは厚みがあるから長いですけども、クッキーの場合は薄くするので早く出さなきゃダメですね。でこの詰める時にですね、レーズンが表面に出ないように入れた方がいいですね。レーズンはね焦げると苦くなるんですね。だからレーズンが出てきたらちょっとこう指で中に押し込むようにして入れる。焼き上がってからね取らなくて済みます。いつもだったらこのカップスレスレにたくさん入れるんですけども、後でバターを塗ったり粉砂糖を振りかけたりするのでなみなみと入れないようにした方がいいと思います。生地が結構余ったのでクッキーもできそうです。こんな感じで入れました。これをあらかじめ200度にしておいた予熱しておいたオーブンに入れて、そうですね25分から30分ぐらい焼きます。でもいつもみたいにやっぱり串で刺して生地がついてこなければ大丈夫ですけれども、様子を見ながら焼きます。まず25分入れてみようと思います。でやはりこれだけ残りました。固めてのして、そしてクッキー型で型を取ってクッキーにします。ちょっと今日はこのような長方形を使おうと思います。残った生地を四角いクッキー型で抜いてみました。でこれを5、6分焼きます。そして先ほどのマフィンが5分6分残ってるので、その花壇に入れます。25分経ったので出してみました。串をこの中にこう刺して、くっついてこないのでこれで完成です。熱いうちにバターを塗ります。溶かしバターを塗ります。これは無塩のバターです。バターを塗りましたので今度は粉砂糖を振りかけます。粉砂糖を振りかけました。第1回目です。これが時間が経つとですね、砂糖を吸い込んでまた茶色の色に戻りますので、もう1回振りかけます。そして冷まします。マフィンの方は25分200度のオーブンで焼きました。そして熱いうちに溶かしバターを塗って、そし
で粉砂糖を振りかけました。これは1回振っただけのところです。でこれでだんだん浸透してきて透明になってきますので、そしたらもう1回振りかけるといいと思います。それから食べる直前に少しだけ振りかけてもいいと思います。でこれのいいところってね、普通のシュトレンっていうのは大きくパンみたいに作るんですよね。それをね時間をかけて、そうですね2週間ぐらい置いておいて、そして毎日少しずつ切り分けて楽しみながら食べるようなお菓子なんですね。だけどこの場合はマフィンだともう切る必要もないし、ものすごく簡単で、もうこれヘーフェ使ってないし、冷めればすぐ食べれます。冷めなくても食べてもいいと思うけど、すごく美味しいのでお試しくださいね。それみたいに下までバターが浸透していればいいんですけれども、それちょっとわからないので日持ちがしないと思うんですね。我が家の場合はすぐ食べてしまうんですけれども、もし食べきれない場合は冷凍できます。缶か何かに入れて、タッパーでいいですけど、冷凍して前日に冷蔵庫に入れておくか、常温に出しておいて粉砂糖を直前に振りかければすごく美味しく食べれます。そうですね、クリスマス時期は冷凍庫が満杯っていうこともあると思いますけれども、そういう場合は量を半分にして作るのも良いかと思います。それか今作ってオーブンに入ってるんですけど、後でお見せしますけれども、そういうのも残ったので作っとくといいと思います。このマフィンの場合はね、可愛いマフィンの紙に入れて、そしてクリスマスの紙もね購入できるようですし、そういうのに入れて透明のラップに包んで、そしてリボンなんかつけてプレゼントにもできますよね。すごく喜ばれますね。クッキーも焼き上がりましたので出しました。これは200度のオーブンで結局10分ぐらい焼きました。クッキーの厚さにもよりますので様子を見ながら焼いています。こういうところにレーズンが飛び出てますよね。苦いかもしれないので先に取ってしまいます。焦げている場合は苦いので取った方がいいと思います。また先ほどと同じように溶かしバターですね、これを塗ります。こちらはね裏返せるので裏返しても塗ります。裏側にも塗ります。このねバターを塗っておくことでね長持ちするそうです。ですからたっぷり塗ります。できたら側面にも塗ります。そして粉砂糖を振りかけます。ひっくり返して裏側にも振ります。側面にもつけて、砂糖がだんだんバターの中に染み込んでこんな感じになってくるんですね。そしたらもう一回振ります。でシュトレンの場合はね、最初から粉砂糖をまぶすんではなくて、普通のお砂糖をまぶしてしばらく経ってから粉砂糖をまぶして、そして保存します。本格的なシュトレンもご紹介できたらいいなと思っていますので、またご覧ください。こんな感じに中に浸透していってしまうので、これをまんべんなくまぶします。これからクリスマスにちなんだ動画を投稿していきたいと思いますので、ご覧いただけたら嬉しいです。もしこの動画が気に入ったと思われた場合は、いいねクリックしてくださいね。いいねクリックやチャンネル登録が次回の動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。では皆さんお元気で。チュース